皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は培養肉についてです。皆さんは世界の今後がどう変わっていくかといったことを考えたことはあるでしょうか？私はそういったことを考えるのが大好きな人間です。このチャンネルにおいては政治的な話題として今後の米中冷戦がどうなるのか、もしくは次のアメリカの政権がどのような動きをするのかといった話の方がメインなわけですが、しかし私たちの生活に直接関わる部分、食の問題についても現在は変化の途中にあります。そしてどのような変化が起こり、それがどのような影響を与えるのかといったことについても大きな変動を迎えようとしています。私たちが一般的なニュースとしてそうした変化というものを見聞きするまではまだ時間がかかるでしょう。しかし今回の培養肉のニュースを聞いてその解説を聞けば、だんだんと世界がどのような方向に向かっていこうとしているのか、変化の始まりだということを認識できると思います。今回の動画ではそうした食の変化から始まる影響で人々の概念が変わろうとしていることを理解するのに非常に役立つでしょう。それでは培養肉の販売が始まりますよというニュースからまずはお聞きください。培養肉のチキンナゲット初の販売開始、安全で健康。鶏の羽の細胞から培養された人工的な鶏肉の販売が世界で初めてシンガポールで始まった。土地が狭く食料の生産に限界があるシンガポール。国内の農畜産業の規模が限定的なこともあり、政府は新たな食料の生産技術の導入にも前向きだ。植物由来の材料で作った卵など、代替タンパク質の製品を手掛けるアメリカの食品企業、イートジャストが昨年12月19日夜、シンガポールにある会員制レストランで培養肉を初めて顧客に提供した。今回製品化が認められたのは培養鶏肉を使ったナゲット。レストランを営むマーク・ニコルソン氏は、私も試食したが従来の鶏肉だと言われてもわからない。1月以降供給に合わせて定番メニューにしたい。価格は1皿23シンガポールドル、日本円で1800円で、高級鶏肉の料理と同じ程度の値段という。イートジャストによると、培養鶏肉は鶏の羽の細胞をもとに生産。バイオリアクターと呼ばれる反応層で安定して増殖できる状態になった細胞株にアミノ酸やブドウ糖、ビタミンといった栄養素を供給して培養する。約2週間で 1kg の鶏肉になるという。その上で食物由来のタンパク質や調味料などと合わせてナゲットとして仕上げている。製品開発を担うザカリー・ティンドール氏は、サルモネラ菌などの心配がなく、安全で健康的だと強調する。イーストジャストの本拠はアメリカだが、シンガポールでは地元の専門学校や企業と連携して生産設備を準備。昨年11月に国の販売認可を取得した。培養鶏肉の販売認可については、アメリカの食品当局などとも協議しているほか、群馬県の和牛農場などとも提携し、和牛の培養肉の開発も続けている。ジョシュ・テトリック最高経営責任者は、目指すのは動物を全く殺すことなく、大半の肉や卵が生産される世界。まずは今後10年、規模の拡大とコストの低減などが課題になると話す。鶏肉を含む培養肉をめぐっては、2013年にオランダ・マーストリヒト大学のマーク・ポスト氏が世界初の培養肉の試食会を開催。同氏らが立ち上げたモサミートやアメリカのメンフィスミートなど各国の食品企業が開発にしのぎを削る。日本でも食品ベンチャーのインテグリカルチャーが25年以降の培養肉の販売を目指している。イスラエルのアレフファームズは今月5日に三菱商事との提携を発表。培養肉の日本への導入を目指すとしている。まず最初に注意点があります。今回の培養肉というものは何か遺伝子操作された全く新しいジャンルの肉ができたわけではありません。記事の中でも書かれているように、もともと存在している鶏の細胞から取って、そこからの肉を培養していくという技術があるということです。ですから何か得体の知れない全くの新種の肉を食べさせられるというわけではありません。また、今回の培養肉というのは食品として食べて良いかどうかという審査を経て、その審査に承認されてから食品として販売されることになります。ですから全く何の告知もなく気づかないうちに食卓に並んでいていつの間にか食べていたといったことはありえません。あくまでも培養肉は培養肉としての承認を受け、培養肉ですよということがわかる形での食品提供となります。
ですから食べたくないよと言っている人に無理やり食べさせられるものではありませんからご安心ください。さて、そうした注意点を踏まえて、なぜそのように新しい肉が作られるようになったのかといった話をしましょう。すでに私たちは多くの肉というものが市場に流通して、お金さえ出せば大抵のお肉は食べられます。牛にしても豚にしても鶏肉にしても魚にしてもそうです。しかし、こうした食肉産業に関して言えば、少しずつ以前とは違う考え方を持った人たちの非難の声が上がりつつあります。例えば昔であれば、毛皮に対して嫌悪感を持っている人というのはそれほど多いわけではありませんでした。しかし現在においては、毛皮のコートなどを着ていると、いわば動物虐待ではないかといったような非難の声が上がるようになり、毛皮というそのジャンルそのものも大きく後退しています。そして食肉においても、現在では世界中で多くの人々が何の違和感もなく、牛であったり豚肉であったり鶏肉であったりといったものを食べているわけですが、そうしたお肉というものが生きた動物を殺し解体し、そして流通させてみんなの口に運ばれているということを非難する声というものもすでに上がり始めています。これらの動物というのが人間の都合によって産み育てられ、そして殺され解体され、肉として食べられているということ、それ自体は否定しようもない事実なわけです。しかし、この行為それものについて、昔は非難する声というものはほとんど聞かれませんでした。そういった意味においては、概念が少しずつ違う人たちというものの数そのものが増えつつあるのです。そして今回のような代替肉市場というのは、そうした命を奪ってまで肉を食べるという行為に嫌悪感を持つ人々の増加によっても市場が支えられています。例えば今回は培養肉の話だったわけですが、代替肉市場というものもその市場は拡大しています。代替肉というのは牛や豚の肉ではなく、大豆やエンドウ豆など豆類から取った植物性のタンパク質に味をつけて、従来の牛肉や豚肉っぽい味を再現するといったものです。すでにこれはアメリカや日本でも販売はされていて、代替肉として大豆ミート食品として知られるようになっています。このような植物性タンパク質から作った代替肉、そしてその先にあるのが全く動物を殺さずに作れるお肉、培養肉という世界です。そのような命に対する考え方の変化によって従来の食肉産業に大きな変化が起ころうとしているわけです。しかしそのような概念だけでこの培養肉が求められているわけではありません。もう一つの問題は環境問題です。食肉市場において一番大きなジャンルといえば牛肉です。世界中で牛肉が好まれて食べられているわけですが、牛を育てるためには多くの水資源とそして穀物用飼料というものが必要になります。ですから私たちが肉として食べるにはその背景として多くの水の消費や広大な土地といったものが背景になければなりません。そして現在においてはこの牛肉市場というものも拡大しています。なぜならば前世紀においては大きな消費市場ではなかった中国などの巨大市場が世界各国に肉を求めるようになったからです。中国の人口は非常に多く、これらの人々が所得を倍増し、それによって食の欧米化が起こりました。それによって以前よりもより多くの牛肉が消費されるようになりました。そして世界中で牛が育てられ、そしてお肉として生産が進んでいるこの回転の中には一つ問題があります。それは牛の出すゲップ、温室効果ガスです。牛は大量に育てられていますから、生きていく上でゲップが出ること、それ自体はもう防ぎようがありません。しかしそのような温室効果ガスの量というものは人類が乗っている自動車と同じぐらい出ているというのですから、馬鹿にはできません。つまり環境負荷問題としても牛を育てているというのは広大な土地を穀物用飼料のために使わなければならないし、また水資源もそれらを育てるために消費しなければならない。そのようにして人間がもっともっと肉を食べたいという欲望が続く限りにおいては、今よりももっと多くの土地、もっと多くの水、もっと多くの穀物用飼料を使い、もっと多くの命を毎年のように殺し、肉として解体しなければならないというこの連続が果てしなく続いてしまうこととなるのです。また環境問題のもう一つの側面は、牛を育てるのに使っている穀物用飼料だけではなく、牛に対して使う抗生物質なども問題です。牛が病気にならないように抗生物質を配合するわけですが、
そうすることによって薬漬けの肉というものは大量生産されますし、またそうした環境下においてスーパー耐性菌といったようなものが出現してしまう確率があります。逆に言えば、培養肉であればそのような抗生物質などは使いませんし、また牛のゲップなども出ませんから、温室効果ガスの問題なども発生しません。また栄養を与えるという面においても穀物用飼料は必要ありませんから、農地が広大に必要なわけでもありません。そして培養肉の普及が進めば、それらの肉をより工業的に生産することができ、コスト面としても非常に低廉になり、より多くの人々が肉を食べたいという欲望を満たせるようになるかもしれません。またその副次的な効果として、安い肉としても食べられるようになったのだからという理由で、例えば開発途上国などにおいて野生動物の飼料などといったものも大幅に減少するかもしれません。こうした野生動物の肉を食べるという行為そのものは、実は人間界に新たなウイルスを連れてきてしまうという問題もあります。アフリカなどにおいては、こうした野生の肉を食べてしまうといった行為から、新種の病気が人間界にもたらされてしまうといった問題なども報告されており、こうした培養肉の普及というものは、そうした人間と野生動物との関係にも大きな変化をもたらすことが期待されています。このように培養肉というものは、まず食肉産業に対する新たな考え方の影響により、命を奪わない肉というものが求められるようになってきました。その第一歩として、まずは植物性タンパク質の大豆ミートが代替肉としての地位を得始めていますが、今後こうした培養肉といった純粋な動物の命を奪わない肉というものが登場し、今は値段が高いものの、この値段が技術開発が進むことにより、もしくは大量生産が進むことにより、もっと安く大量に提供されるようになれば、肉として解体されるということを前提としたような現在の畜産業というものを大きく変革するかもしれないのです。今日この話を聞いた皆さんは、いやいやそんなことはもうずっと先の話だろう、もしくは全くそんなことはありえないと思うかもしれません。しかし、人の概念が変わっていくというその工程を見ていくと、決して長い時間がかかるわけではありません。それこそ10年、20年、30年という前であれば、インターネットなどは存在していませんが、現在においてはあって当然のものとなっています。ですから、今回のような培養肉についても、その始まりというものがたとえ今からだったとしても、20年、30年といったその年月の経過が経ってしまえば、なんで人類は殺すためにわざわざ動物というものを飼っていたんだろうといったようなことを言うようになっているかもしれません。技術の変化というのはそのように、以前だったら当たり前だったことが当たり前ではなくなるような、そのような変化をもたらすことがあるのです。今回のニュース、そして私の話を聞いて、皆さんの頭の刺激にはなったでしょうか？ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。